平凡に元気ですか？ IFBB プロの金金です。今回の動画では僕のプロデビュー戦となったデイトーナビーチクラシックの心境だったり、今後の目標とか、もしかしたら今回の動画はただ僕が今後見返すための記録動画なのかもしれないんですが、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。大会の話とかに入る前に、まずは大会に出場した全ての選手、本当にお疲れ様でした。特に優勝したユーセフ選手はもう本当に素晴らしいフィジークで、感動とかモチベーションをもらいました。どこか近い将来、オリンピアとかでまた戦えたらなとは、思います。大会の話に戻って、もともとは皆さん僕が8月29の東京プロをデビュー戦に迎えようとしてたのはご存知かと思うんですけど、その東京プロの2週間前にコロナにかかってしまって、出れなくなって、コロナにかかった間は結構体重が落ちて、でコロナから回復してジムに戻ってまたトレーニングとかをまた再開したものの、なぜか体重が徐々に少しずつ落ちていく傾向があって、結構カロリーとかを増やしたりして、体重は少しそのコロナ前の体重近くには戻せたものの、体重が一緒でもなかなか体がそのコロナ前の体に戻ってくれなくて、正直言うと日が経つごとに体が少しずつ衰えてくるのを感じました。なので早めにどこか大会出ないと、もう今年は大会出ない方がいいんじゃないかってなって、いろいろ大会を探し始めました。でアジアの大会とかヨーロッパの大会はいろんな規制とかがあって、ちょっと出づらいので、アメリカの大会の方を見始めて、そこでパッと目についたのがデイトーナビーチクラシックでした。タイミングは良かったのもあるんですけど、場所も良くて楽しそうで、ここにしようってなりました。でその時点では選手表がまだ出てなかったので、誰が出るか全くわからない、ちょっとワクワク感がありました。でここから話すことは正直話すか話さないか迷ったんですが、話しちゃいます。実は今回の大会の2週間ぐらい前に背中トレーニングの途中に、脊柱起立筋、本当下の方、腰の方を怪我してしまいました。ものすごい痛みで、座ってても痛いし、立ってても痛いし、平らに寝ているしかなくて、なんとか次の朝病院に行って見てもらったら、肉離れっていうことになって、そんなにひどい肉離れではなかったんですけど、場所が腰の方だったせいかものすごい痛くて、全然、体の中心胴に力が入らなくて、でずっと歩けない状態が3日4日ぐらい続いて、少しずつ痛みは治ってきたので、そこからまたジムに戻って、最初からベルトを思いっきり締めて、コンパウンド種目とかをもう完全に避けて、アイソレート種目とかをすごい軽い重量でネチネチとトレーニングを続けてました。今回こそ大会出なかったらもう今年は終わりだったので、一生懸命できることはやりました。トレーニングの質も結構落ちたせいか、体重がまた少しずつ落ちてきてて、でそこで大会の3日4日ぐらい前に選手表がパッて出ました。で選手表を見て、やばい選手がたくさんいるのを見て、正直その時点ですごい火がつきました。モチベーション上がりました。今の自分が世界のどこまで通用するのか、はっきり試せる大会ということが分かりました。その選手表を見て、なぜならその選手表の中にはもうすでにオリンピア経験者とか、来年クオリファイした人とか合わせて 5,6 人ぐらいいたので、絶対に勝つぞっていう自信は少し薄くなってしまったんですけど、どっちかっていうと、じゃあ今回の大会はもう本当に楽しんでいい経験をして、次の大会に絶対つなげれるように、で、自分のベストを尽くせば、なんとかいけるんじゃないかっていう変な自信は少しありました。いつものアマチュア戦とかみたいな勝つこと以外想像できないっていうのはなかったんですけど、もしかしたらっていうちょっとそういう希望みたいなのはありました。コロナとか怪我とかしてなかったらもう多分やばいぐらい危ないぐらい自信はあったと思うんですけど、そういう怪我とか心配があるまま海外の方にタカと2人で飛んで、今回の大会は、動画で出ますって宣言とかすることなく、本当にノーストレスで、自分のペースで、出たいなと思って、実際家族とか、スポンサーとかにしか話してなかった感じです。で現場に着いて、体重測ったらまた体重が落ちてるみたいな、しょうがないみたいな。選手チェックインに入った時に、やっぱり今まで自分がすごいリスペクトしているスター選手とか、そういう選手がもう目の前にいて、
初めてなんか自分ここにいていいのかなって思っちゃいましたね。で結局その怪我とかいろいろあった中でももう絶対に何があっても、コンディショニングだけはしっかり合わせたいと思って、サイズが全然なくても、サイズが全然ないからこそ自分ができることで言ったらステージのパフォーマンスだったり、コンディショニングとかバランスとかだからもう一生懸命ポージング練習とかしていろいろ調整、現場で調整とかして、大会当日を迎えましたね。で不思議なことに今まででしたら大会の準備がもう完璧でもう大会の2日1日前ぐらいから腰が痛いとか少し眠れてないとか頭痛いとかありました。今回の大会は逆にもうその準備期間がもうめちゃくちゃやばくて覚えてるか分からないですけど増量期は胸の結構肉離れもあってで大会2ヶ月ぐらい前にコロナになってでその大会2週間ぐらい前に、腰を肉離れしてみたいな。でも大会の2日前だったらもう何も筋肉痛ないやふわーって体がすごいなんかいい感じそういう調子良くてメンタルもで今回はいけるかもって初めてそこでまた自信がピークに行きましたね。それはすごく良かった。で大会当日は皆さん大会当日の動画出してるので、それを見た方が全然いろいろ見れるかと思うんですけど動画で話してないこととかあるかな。結局今回の大会はすごい今までの大会で一番楽しめたしずっとステージに上がるまで自分に言い聞かせてたのはプロデビュー戦は一度しかないだからそれをもう楽しんだもの勝ちっていうか多分周りの選手がめちゃくちゃすごかったので余計に楽しめたかと思うんですけどステージの階段上がって名前呼ばれて上がった瞬間なんかいやすごい幸せでしたね。なぜ今まで自分がつまらないっていうか辛いトレーニングをして楽しい時もありますよ。でも鶏胸とかブロッコリーとかをもう頭がいかれるまで食べてそれが全部なくなってなぜ自分がこの競技をやってるのかがもうはっきり分かった瞬間でしたね。でそこでステージに上がってちょっと並ばされてエルウォークとかやってでまたみんな呼び出されてでファーストコールの時が来ました。自分の名前が呼ばれた瞬間なんて言うんだろうすごく安心っていうかよかったみたいなこれでもう帰れる日本に帰れるみたいな気持ちがありました。その一安心っていうのは本当ほんの一瞬でもうそこからベスト5まで上ってるっていうもう強い意識があってそこから急にトップ3の真ん中の横に呼ばれたんですよ。右にはブアン・チュアン選手がいて左にはキム・エンジェルがいるみたいな絶対このトップ3の場所は譲らないという気持ちになってしかもセンターに行ってやるという気持ちがすごいありました。そしたらまさかね実際センターに入れた瞬間勝った気持ちでした。ここでまたちょっと言いたくないことなんですけどここで結構背中の脊柱の怪我が影響してきて腹筋に力がなかなか入らなくていつもだったら僕はすごい自慢の腹筋のコントロールもう一日中腹筋を収縮していられるんですけど、練習とかでも今回の大会は腹筋をギュッて締めようとするともう背中にピーッという痛みがきてでも我慢してみたいなやってるともう腹筋痛みっていうよりはなかなか腹筋に力が入らなかった。言い訳になってしまうんですけど結局は自分がその腹筋をしっかりタイトに締められたところでじゃあ順位が変わったかといったら多分今回はなかったと思います。もう本当に2位のブアン・チュアン選手そして、1位のユーセフ選手はもういろんな彼たちもプロ戦の経験とかがあってさすがプロっていう感じでファイナルズはさらにいいコンディションで出てきてました。僕はどっちかというとファイナルズ、1勝ぐらいか少し若干一勝ぐらいかな、後からジャッジにも言われたんですけどもう少し腹斜とか腹筋にギュッと力を残せたらでもすごい激戦だったと言って、実際でもスコアシート見ると1位はジャッジ全員1位つけてて2位は全員2位つけてて3位の僕は、みんな3位つけてて3位の僕と4位の選手は結構離れてるというかだから結局ジャッジからはトップ3はすごい激戦で、少しした調整とかでは、2位とか1位も全然あり得たと言ってもらえたのがすごく嬉しかったです。なんだかんだ全く自分後悔ないです。いろんなことがあった中今回のステージで出せたフィジークはどう考えても自分の過去ベストだったし自分がその時点で見せられる最高のベストなフィジークでした。
3位という結果が、皆さんすごい褒めてくれてはいるんですけど、気持ち的にはそのトップ3だけがこうやって別に呼び出されたので、なんかその3人の中で、一番ビリっていう感じ、なんか負けたっていう気持ちがすごい強くて、めちゃくちゃ悔しいです。でもベストはできたから、っていう感じで最後に、じゃあ今後の計画、目標は何になるんですけど、今回の大会で、一番の課題、誰がどう見ても見えると思うんですけど、圧倒的にサイズが、足りなかった。ステージ上ではそんなになんかじゃあ自分が場違いだった感じではないんですけど、今後、トップを目指すって考えると、圧倒的にサイズが足りなかった。実際、2位のブアン・チャン選手はステージで95キロぐらい、96キロぐらい、4位だったキム・エンジェル選手も95、6キロぐらいある。みんなめちゃくちゃでかいんですよ。でもその中で、ジャッジからフィードバックもらった時に、サイズがまだまだないのに、そこまで勝ち上がれたのはもう本当にすごいことって褒めてくれて、バランスとかフォージングとか、コンディショニングがすごい良かったと言ってくれて、もちろんその腹筋にずっと力が入ってないことは気づかれてたんですけど、もちろん目が鋭いので、ジャッジは本当にもう結構トップなジャッジがたくさんいて、今後の一番のフィジークの課題は、今の持っているバランスをキープしながら確実にバルクしていくことで、さらにバランスを良くしていくことで、ジャッジからも言われましたね。今のバランスを崩さずにでかくなれば。なので次の目標は来年のオリンピアにクオリファイすること。次出るプロ戦はもう圧倒的に勝つこと。圧倒的に勝って、もうその勢いでそのままオリンピアで必ず確実にトップ10入り。ここで初めて自信持っているのは、ここから僕は世界一を目指します。簡単に言えることじゃないので今まで言ってなかったんですけど、今ようやくこの時点で皆さんに自信持って言えます。今回のプロデビュー戦が、スタートラインだったので、ポジティブに考えれば、今回のディトーナビーチクラシックはすごくいいスタートラインでした。勝てなかったんですけど、勝ち以上に得れたものがたくさんあって、自分の体がもう止まりたい時に、なんかそれでも自分を押してそれを乗り越えて、結果を出したことが何より自分がなんかすごいなんて言うんだろう、そこに自信持ってます。なんかそれを乗り越えられたらもう、乗り越えられたからもう何でもできるんじゃないかと、ものすごい今はもう火がついていて、モチベーションも高いし自信もすごいあります。ここから始まりなんですけど、引き続き皆さんいつも熱く応援してくださってすごい感謝してます。皆さんこれからの動画とかも楽しみにしててください。今回の動画話は長かったんですけど、最後まで見てくれて Thank you very much。 次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Bye。ここだけだから一度